これから Tinderbox で作成したガールトプロジェクトに最適な出力が可能なファイルの説明をします。ファイルを開いたら TBXConfig を選択し、プロジェクトの初期設定をします。エクスポートフォルダは出力するフォルダを設定し、ガールトのプロジェクトのルートフォルダに一致させます。まず、値をクリアして、フォルダアイコンをクリックします。ガールトのプロジェクトフォルダを選択します。エクスポートファイル名の翻訳機能を使用する場合は、トランスレートシェルのパスも設定してください。リネームインはトランスレートシェルのどのように翻訳するかの設定で、例では日本語から英語に翻訳するようになっています。ノートを作成し、タイトルをつけます。TIndexQMD プロトタイプを適用します。ガールトブックプロジェクトでは、必ず一つだけ index.qmd が必要で、このプロトタイプは index.qmd 用のファイルを作成します。セクションラベルを設定する場合は、外セクションラベルをオンにします。セクションラベルはノートタイトルの横に表示されます。エージェント for export が作動し、QMD ファイルが収集されました。このエージェントはエクスポートすべきノートを抽出します。2つ目のノート T ノートプロトタイプを作成します。このノートは解のレベルにノートを持ちます。ガールトのセクション以下に相当する解のノートは、すべて P サブノートプロトタイプを適用します。ノートのタイトルがファイル名のデフォルトとなります。セクション名とファイル名は日本語のままだと問題があるため、英語に変換する必要があります。先ほど設定したトランスレートシェルを利用したスタンプで、タイトルから英訳して設定することができます。セクションラベルと HTML ファイルネームが設定され、isNamesLock2 がオンになりました。手入力でセクションラベルや HTML ファイルネームを設定する場合は、isNamesLock2 をオンにしてください。イントロダクションの回のノートを作成します。ここで、どのようにエクスポートされるか見てみましょう。タイトルがヘッダー名になり、アウトラインがレベル2のため H2 となります。次にノート、イントロダクションはどのように出力されるか見てみましょう。アウトラインがレベル1のため H1 となり、セクションラベルが設定されています。なお、ヘッダーレベルはアウトラインデプスベースに基づいて設定されます。もう一つノートを作成しましょう。右クリックして T ノートプロトタイプを適用させます。Edict のアクションコードにより、自動的にセクションラベルと HTML ファイルネームが設定されました。isNamesLock2 をオンにしてください。ガールトでセクションラベルを有効にする場合は、外セクションラベルをオンにしてください。解ノートのセクションラベルが設定されていなかったので、こちらも設定します。定期実行される Edict で、セクションラベルリストを自動生成します。手動で実行してみます。セクションラベルリスト以下にラベルリストが生成されました。ノートタイトルがセクションラベルの引用形式、テキストがそのセクション以下の内容が表示されます。次に図のラベルを生成してみましょう。R チャンクの中にラベルを記入します。ラベルは FIG、GG プロット2と指定します。引用は Tinderbox の ZIP リンク機能を利用します。スクエアブラケット2つとアットマークを入力すると、ラベルの一覧が表示されます。セクションラベルしか表示されていません。図のラベルリストがまだ生成されていなかったので、スタンプを使って手動で図のラベルリストを生成します。図のラベルリストが生成されました。図のラベルを含む
R チャンク全体が表示されます。もう一度 ZIP リンクで呼び出してみましょう。サジェストの数が多い場合は@fig に続けてラベル名を入力し候補を絞ることもできます。続けてもう一つノートを作成します。ここでは手動で実行していますが、ラベル生成機能は定期的に実行されます。ラベル名の修正や削除した場合はリストは更新されません。スタンプで全てのラベルリストを消去し、再度生成してください。ラベルを再生成した状態です。テーブルと数式のラベルも生成してみます。このノートにはラベルのついたテーブルと数式がそれぞれ1つあります。スタンプでラベルリストの生成を実行します。テーブルラベルリストにラベルが追加されました。数式ラベルも生成されています。ZIP リンクで数式を引用してみます。テーブルも同様に引用してみます。ガールトプロジェクトに必要なファイルを最初にエクスポートします。language.yml ファイルはガールトでローカライズを設定するためのファイルです。ビブリオグラフィーファイルは文献引用のためのデータが保存されているファイルです。GitHub に各国語の language.yml がアップロードされています。language.yml をエクスポートします。R チャンク用に読み込む common.r を出力します。これはテンプレートで読み込むように設定されています。ビブリオグラフィーファイルをエクスポートします。もちろん別のソフトから直接 gart.yml で指定したフォルダに出力しても OK です。なお、language.yml が不要の場合は QHasLanguage ファイルをオフに、ビブリオグラフィーが不要の場合は QBibliography ファイルを空欄にしてください。gart.yml ファイルもエクスポートします。先ほど説明した common.r はここで読み込まれます。QMD ファイルがどのように出力されるか確認してみましょう。P ノートの階にある P サブノートは上位の P ノートに統合されて出力されます。P ノートや P ノートを継承している P インデックス QMD、P リファレンス QMD、P アペンディックス QMD のみをエクスポートすれば OK です。4エクスポートエージェントは出力が必要なノートのみを収集します。4エクスポートの階にあるノートをすべて選択し、エクスポートすれば出力が必要な QMD ファイルがすべて揃います。QMD はプロジェクト直下のアウトプットオールフォルダに出力されます。gart.yml と同じ階層に QMD を配置する設定のため、一つ上の階層にファイルを移動します。QMD ファイルを移動するためのスタンプを実行します。アウトプットオールフォルダからファイルがなくなり、プロジェクトフォルダに移動しています。4エクスポートエージェント自体をエクスポートすると、全体のコンテンツを一つの QMD または MD ファイルで出力できます。プロジェクト直下に移動し、ガールとレンダーを実行します。Book PDF フォルダに PDF が出力されました。出力された PDF はこのような感じです。
図のクロスリファレンスも正しく表示されています。テーブルと数式のクロスリファレンスも引用できています。今度はブック形式の Web 版で出力します。Galt.yml を選択し、スタンプを実行します。テンプレートが変わり、出力が PDF から HTML 形式に変更されます。Galt.yml を上書きで出力します。ターミナルを開き、以下のコマンドを実行します。デフォルトのブラウザが起動し、Web 版のブックの出力が確認できます。途中の説明にありませんでしたが、文献の引用も機能しています。ここには、引用した文献の一覧が表示されます。以上が大まかな使用方法となります。文献の引用やマニュスクリプト、その他細かい点は説明しきれていません。GitHub にデモファイルがありますので、いろいろ触ってみていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。